どうも、日本語で喋りましょうの岡戸です。このポッドキャストでは自然な日本語でいろんなテーマについて話しています。このエピソードのスクリプトを読みたい人はぜひパトレオンをチェックしてください。今日は引っ越しについて話したいと思います。というのも僕実は来月、引っ越すんですよ。なので今まさに引っ越しの準備をしているんです。なので今日は引っ越しの大変なところとかいいところについて話したいと思います。で、まずは大変なところから話したいと思います。で、まず引っ越しで大変なことといえば荷物をまとめることですよね。たくさん段ボール箱を買って、で、箱の中に自分の荷物を全部入れなきゃいけませんよね。すごい時間がかかるんですよね。で、そもそも僕は掃除とか片付けとかあんまり好きじゃないんですよ。どうですか？皆さんの中に掃除するのが好きな人とか片付けるのが好きな人とかいますかね？ちょっと珍しいんじゃないかなと思いますけど、僕は結構苦手で、掃除とか片付けだったら、毎週とか定期的にちゃんとやってれば、そんなに時間はかからないですよね。でも、引っ越しの時っていうのは、家のものほとんど全部箱に詰めなきゃいけないですよね。だから、普段の掃除とか片付けと比べても、もっと時間がかかりますよね。なのですごいめんどくさいんですよね。で、もちろんね、引っ越し業者によっては、荷造りもやってくれるところとか、手伝ってくれるところっていうのがあるんですけど、なんか僕は個人的に知らない人に自分が持っているもの、家のものすべて見られるのはなんか恥ずかしいと思っちゃうんですよね。だからあんまり引っ越し業者に頼みたくなくて、結局自分でやることになるんですよね。で、荷物をまとめた後も大変ですよね。っていうのも、服とか食器とかはもう箱に詰めるだけで、終わりですけど、大きい荷物っていうのもありますよね。例えば、ベッドとか、ソファーとか。そういうのは、やっぱり引っ越しの時一人で運べませんよね。だから、そういう時に誰かに手伝ってもらわなきゃいけない。なので、荷物をまとめるのも大変だし、運ぶのも大変なんですよね。で、次に引っ越しで大変なことといえば、やっぱりお金ですよね。引っ越しってお金がすごいかかりますよね。で、お金を節約するために、自分で引っ越し業者を頼まずに引っ越すこともできますけど、その場合でもやっぱり、トラックを持ってる人って少ないですよね。なので、引っ越しのためにトラックをレンタルしたりとかしなきゃいけないので、自分でやっても引っ越し業者さんに手伝ってもらってもどっちみち結構お金がかかりますよね。で、新しい家に引っ越すときに絶対あるのが初期費用ですね。初期費用ですごいお金がかかるんですよ。初期費用ってのは引っ越しの時に最初にかかるお金のことなんですけど、例えばどんな初期費用があるかというと、敷金とか礼金がすごく有名な初期費用ですよね。で、この敷金っていうのは、またその新しい部屋を引っ越すときに、部屋をきれいに使っていれば、そのお金は戻ってきます。なので、これは最初に払うんですけど、部屋がちゃんときれいに使えていれば、返してくれるお金ですね。でも、部屋が汚れていたりとか、何か部屋のものが壊れちゃったりしてしまったら、その分のお金は大家さんから持っていかれますよね。なので、預けるお金で基本的には返ってくるけど、返ってこない場合がありますよね。で、礼金、
これは大家さんにありがとうございますっていう形でプレゼントとして渡すお金です。なのでこれは敷金とは違って戻ってくることはありません。これは結構日本独特なのかなと思いますね。あんまり他の国では礼金はないかと思うんですけど、日本では大家さんに部屋を貸してくれてありがとうございますということでお金を渡さなきゃいけないんです。これは結構日本人でも、なんで渡さなきゃいけないのって思っている人は多いと思います。なので最近のアパートだと、敷金はあるけど礼金は0円っていうアパートももちろんあります。それから本当に初期費用をなるべく抑えたい人っていうのはアパートによっては敷金も礼金もいりませんっていうアパートもあるので、そういうアパートを探すと初期費用が抑えられて引っ越しでかかるトータルの金額もちょっと安く済ませられますよね。でもやっぱり引っ越しっていうのは大変なことだけじゃないと思うんですよ。なので引っ越しのいいところについても少し話したいと思います。で、まず一つは新しい生活が始まる。これはいいことですよね。やっぱり生活だけじゃないと思うんですけど、新しいことを始めるっていうのはやっぱり気持ちが新鮮な気持ちになりますよね。気分がリフレッシュできますよね。なので僕ももちろん引っ越しはめんどくさくて正直好きじゃないんですけど、引っ越す前に不動産屋のサイトを見ていろんな物件、アパートとかマンションとかを見て新生活について妄想するのが僕好きなんですよ。なので引っ越し自体はめんどくさいんですけど、引っ越した後の新しい生活について考えるのはすごく楽しいと思います。で、他にも新しい部屋を楽しめますよね。やっぱり新しい部屋に引っ越してきた時っていうのは部屋の中は空っぽですよね。部屋の中に何もないですよね。で、そういう空っぽの状態の部屋をどんどん自分の色に染めていくっていうのはすごい楽しいと思います。結構僕これもインスタグラムとかのインフルエンサーで DIY で部屋をどんどんデコレーションしていく人とかいるじゃないですか。そういう人を見て、次引っ越した時はこれやりたいな、あれやりたいなって結構メモ取ったりしてるんですけど、どうですか？皆さんもそういう部屋の DIY とかリフォームの動画とか見るの好きじゃないですか。僕はこれが大好きなんですよね。で、僕子供の時結構好きだったのが動物の森っていうゲーム。多分これも皆さん結構有名なので聞いたことあるかもしれないんですけど、なんでこのゲームが好きだったかというと、動物の森では自分の家のインテリアとかを変えたりして楽しむことができるんですよ。子供の時は実際に自分の部屋のインテリアを変えたりするのってなかなかできないじゃないですか。やっぱり子供はお金がないので好きな家具を買ったりできないじゃないですか。で、なのでその代わりに動物の森でいろんな家具を揃えたり買ったりしてたんですけど、引っ越すときは実際に自分の部屋なので自分でいろんなインテリアを買ったり揃えたりできますよね。なのでそれもすごい楽しいなと思います。で、他にも人間関係をリセットできる、こんないい面もありますね。やっぱり新しい場所に行くと新しい人に会えますよね。もちろん今住んでいるところに友達がたくさんいる場合、友達と離れるのはちょっと寂しいんですけど、そうじゃない場合、新しい環境に身を置くことでやっぱり気分が変わりますよね。個人的に僕は結構人って環境に左右されると思うんですよ。だから何か今人生で物事がうまくいってないなって思う人は思い切って自分の周りの環境を変えてみるっていうのもいいかもしれないですよね。
で、やっぱり自分の身の回りの環境を変えるために、引っ越しっていうのはすごいいい手段ですよね。もちろんね、他にインテリアを変えたりとか、いろんな方法で周りの環境を変えることができるんですけど、引っ越しで新しい場所に行ったら、もう全てが変わりますよね。なので、そういった手段で自分の人生についてもコントロールしていくっていうのが、引っ越しのいいところなんじゃないかなと思います。こんな感じでね、今日はいろいろ話してみたんですけど、やっぱり引っ越しって大変な部分もいい部分もどちらもありますよね。今僕は引っ越し作業の真っ最中で本当にめんどくさいなって感じてるんですけど、やっぱり最終的に引っ越してみたらいいこともあるのかなって期待しながら、この引っ越し作業を頑張りたいと思います。はい。ということで今日は引っ越しについて話してみました。皆さんの中にも最近引っ越しを考えている人いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをやりたい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。